ババンババン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 バババンババン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 ババン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 はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのように、にゃんこに夕飯の残りのカリカリと、かつお節を用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そして、そのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパッチャーを撫でてからくたばるようにしてくださいね。で、今、画面に収まっておりますのが、白茶のゆりさん、茶トラのまさるくん、三毛猫のたまちゃん、画面に収まっておりませんが、白黒のくーたくん、どうしたグレーのぐーちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのを、ちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。失礼しました。で、猫のことを、もうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。むっちゃんはトイレの前で悩んでおりますな。ふーたのうんこがあって俺入れねえって感じかなあ。今日も夕飯というかね、もうずっとご飯残ってたな。朝も全然食べないの。もうたまちゃんが朝からバー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 泣きながらさ、食べんのかと思いきやなーっつってさ、食べなくて、また食べんのかと思ったらなーっつって、結局食べずじまいでな。みんな食べなくてっていう状態でさ。で、昼も全然残ってっからさ、あげなかったんだけど、で、さすがにね、夕飯前になったらだいぶね、なくなってきてはいたから、まあちょっと足してあげたけど、でもそれそのままそっくり残ってっからさ、そう、昨日ね、残ってたやつ、朝ね、ちょこっと残ってたよね。だいぶのなくなってたけどさ、まだちょこっと残ってて、と思って、ショック。今までご飯残したことなかったのに、初めて残されて、ちょっとショックでございましたね、昨日はね。今日もそうなるかもしれないっていうぐらいの勢い残っていくからな。ふーたはこの通り眺めてるだけで食べないからな。一番の食いしん坊のふーたが食べないんじゃさ、ちょっとな、希望が薄いよな。てなわけで、一日一個猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に行って、食べるのか。食べるんだな。はい、そう。ここは邪魔か。はい。
一緒に行っていただけると嬉しいです。全員ですけど。はい。では、行きますよ。せーの。ジャスティース猫図。あ、かわいいな。ジャスティース。今日も塩入りのお湯。ちょっとまあ、ぬるくなってるけど。今日はちょっとね、塩ドバって入っちゃったんだよね。ドバッと入っちゃったんだけど、どうしようかな。ちょっと多い気がするけど、いける気がするみたいな感じで、そのままお湯をちゃんと注いで、来てしまったよって感じな。今日遅刻したのはさ、なんかにゃんこがね、あっちに行っちゃってさ、戻ってこないわけよね。で、たまちゃんがさ、頑固だからさ、たまちゃんがあっち行っちゃってさ、戻ってこなくて、だから朝もさ、にゃんここっちに閉じ込めてね、あっちでさ、ご飯の用意するんだけどさ、なかなかもうあっち行っちゃって、たまちゃん頑固だからこっちに来てくれなくてね、こっちに誘い出すのがまあ大変なんだけどさ、その現象がちょっとライブ前に起きてしまいまして、そんなんで本日は遅刻しましたよっていうね、本日も遅刻の、言い訳から始まっておりますよ。ガインタンさん、ジャスティース、ありがとうございます。てんたまさん、今夜もジャスティース、ありがとうございます。たぬこさん、こんばんは、ジャスティース、ありがとうございます。てんたまさん、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。なんか今日はね、寒いけど、明日がそんなじゃないっていうか、明日がちょっとね、緩くなってくるみたいなせいなのかわかんないけど、今そこまで寒くない感じね、ホットカーペット、昨日はね、寒いからさ、10くらいにしてたけど、今ね、弱にしてるけど、結構あったかいかなっていう感じでさ、ね、で、今ヒーターつけてっからさ、で、今日はちょっとね、ヒーター離したつもりだったんだけど、そうでもなかったな。なんかいつもより手前にあるかしらっていうくらいな。かわいいな。かわいいな。ね見切れちゃってるもんね。ちょっと話したつもりだったんだけど、なんかそうでもねえな。せっかくかわいいのに見切れちゃってて残念だわ。でもマチャが映ってかいいか。あそこにいてくれてるおかげでマチャが映っておりますな。こっち向いてな。珍しいな。で、今日は何だったっけ。今日は月曜日か。月曜日だからゴミ出しだったんだな。もうね、ちっちゃい砂だったわけよ、猫トイレの砂がさ。だからもうとにかくちっちゃい砂だとね、すげえ散らかんのよね。でさ、膝ついた時にそのちっちゃい砂粒がさ、落ちてたりとかすると激痛なもんでさ、もうね、その思いしたくないと思ってさ、もう見つけちゃ拾ってや、そこのトイレに投げてんのにさ、もうね、拾っても全然追っつかないぐらいに、なんか部屋に散らかっててな。で、結構もうね、だいぶ汚れてて砂もさ、そろそろ変えなきゃなって思ってて、だからもう砂を変える作業っていうのがまあ大変っていうのねえ、まあ、1台だったらそうでもないのかもしれないけどさ、何台もあるからさ、大仕事なわけよね。めんどくさいな、なんて思ってさ、しばらく、なんかだましだったんだけど、なんかさすがにもうちょっと限界を感じて、もう嫌だっていう、もう嫌だみたいな感じになって、いや、そっか、今日と、なんだっけ、ゴミの日だからな。ゴミの日だから、これは出すしかないと言って、朝からにゃんこのトイレ掃除から始まったんでね。まあ、それで小1時間かかりまして、それで小1時間かかりまして、なんか朝から活動してた割にはね、なんかそういう掃除系で結局大部分の時間を使ってしまったのでね、なんか今日は朝のスタートが
いつもよりも数時間遅いみたいなね、なんか謎な感じだったな。てんたまさん、こちらも月、木は生ゴミ回収の日ですよ。あ、そうなんだ、同じなんだね。てんたまさん、猫砂は大変でしょうね。そうなのよ。そうなのよ。でさ、ここ数日またね、まあ多分クーターだと思うんだよ。同じ場所なんでね。また備蓄草をね、するようになっちゃって。だからそれがもうへばりついちゃっててさ、もう全然、これはダメだな。こりゃダメだなっていう風になってね、もう限界と思って、これは洗わなきゃダメだと思ってさ。でね、下のシーツがさ、にゃんこたちのおしっこの量がね、なんか急に増えてさ、どんくらいか経つかな、もう半年ぐらい、1年は経ってないかな。ね、いつからだったかなっていうのが、まあもう思い出せないぐらいなんだけど、まあとにかくゆりさんがおしっこシートを使うようになって、で、そうするといつの間にかトイレでする組のシーツのさ、なんかおしっこがすぐ、溜まっちゃって、全然、あれ1週間持つっていうシートで、今まで1週間確かにね、持ってたんだけど、今もうね、1週間持たない感じね、まあ無理やり持たしてるって感じだけどさ、だからもうね、吸いきれなくって、シーツが。もう水びっちゃびちゃ、おしっこびっちゃびちゃで、タプタプでさ、なんか溜まっちゃってる感じなんでね。だからね、こぼすわけよ。こぼすんでね、今日もやっちまったって感じでね、まあ大変だったわけよね、今日はね。だからその普段のゴミ出し、本当だったら引き出し引いて、そのシートをさ、ゴミ袋に入れて、やればいいだけの作業なんだけどさ、まあとにかくおしっこたっぷりだからさ、そのトレイも汚れてるから洗ってやんなきゃダメだし、で、タップタプなんでね、こぼすんで、もうこぼすとまあもう悲惨なんで、やっちまったみたいな感じでね、もうね、大掃除だったよね。すべて総特会みたいな、そんな感じで猫トイレの掃除があったんで、今日はね。だからそれに1時間、小1時間費やし。で、そんなんやってる最中にさ、まあ、にゃんこはさ、なんだ、キッチンで吐いてるし、気づいたらキッチンのマットがさ、もうゲロまみれになってるしさ、うわあ、これも洗わなきゃダメよね、と思って、洗ったところで落ちるかどうかはわからないけど、そのままにしておくのはちょっとしんどいと思ったんです。これも洗わなきゃダメよね、と思って。で、明日の天気どうだったか忘れたけど、明日晴れだったっけな。晴れだったら、じゃあまあいいかと思って、今日はキッチンのそのさ、ゲロまみれキッチンマットと、で、あとはこのこたつに敷いてるおねしょシートとね、まあ両方洗って、で、ここの下のマットレスもね、結構今回はね、最近なんかあんまりおねしょはしなかったんだよね、ゆりさんね。だから、調子良くなったのかな、だったらいいな、なんていうふうに思ってたんだけど、なんか昨日はだいぶおねしょをしててさ、だから、これは洗わないとダメかなと思ったんだけど、干す場所がさ、限られてるから、だからどうしようかなと思って。で、明日も晴れであれば、まあね、キッチンマットの方洗って、で、こっち明日にすっか、みたいな感じでいたんだけど、さっき天気予報見たら明日土砂降りでさ、うわ、明日土砂降りかと思ってな。まあ、しょうがないかっていう感じね。でもまあ、キッチンマット洗えたから、まあ、いっちゃいいかと思って、一応洗ったんだけど、やっぱりね、洗って、で、干そうかなって思ったら、洗えてないな。案の定、全然洗えてないな、これ、と思って。しょうがないからもう一回洗ってさ。で、まあ、多少マシになったかなと思って。もうこれ以上やっても似たようなもんだろうから、まあいいわと思ってね。2回洗ってさ、で、干してさ、みたいな。
感じでしたよ。なので、洗濯にしろな、掃除にしろ。なんかそれで午前中がいつの間にか終わっちまったみたいなね、感じでしたな。てんたまさん、それは大仕事ですね。そうだね。もう片付けてるそばからうんこ散らかってるしさ、なんでなんでよみたいな感じね。朝ごはんは食べないしさ、うんこ転がってるしさ、なんで食べないのにうんこは出るんだろうなっていうのが、まあ謎なんだけどさ。ねえ、で、ビチグソはあるし、もうダメだ、限界だっていう風になってね、もうあれもこれもやってやるわ、みたいな気持ちになったんだけど、まあ結構寒かったな、今日な。なんかね、晴れてるとね、午前中うちあったかいんで、部屋の中さ、晴れてればね、なんかあったかいような気がするんだけど、外は普通に寒かったな。なんか洗濯するときにさ、洗濯機がさ、ベランダにあるから、うちはね。だから、ベランダで、で、水も出ないからさ、水自分で溜めなきゃならないからね。寒いんだけどさ、外にね、乗り出さなきゃいけない時間がね、数分間あって、寒かったけどな、その間な。でもまあ、明日は土砂降りらしいからな。土砂降りだけど、気温は今日よりもなんかちょっといいみたいだね。今日はそんなんして、で、本当はだから新しいふにゃたの写真を撮ってアップしてってことを、まあやろうと思ってたんだけど、てか一応やったな。やったんだけどね。だから本当は午前中でその作業終わるかなと思ってたのに、全然終わらなくて。全然終わらなくて。だ写真だけはとりあえずね、新作の分だけでも撮っとこうと思って、撮影だけはね、済ましたんだよね、午前中にね。で、午後に残りの作業を、してっていう感じだったんだけど、で、まあね、せっかく今さ、運び出したおかげでさ、在庫が全部ね、一通り手元にあるみたいな感じでしまい込んでないからまだね。だからそれでまた新しくちょっとね、写真、なんか載せられる枚数がさ、増えたりとかしてんだよね。なので、ちょっと写真を撮り足そうかなっていうふうに思ってたんだけど、そこまではね、できなくて、まあ明日も晴れかなと思ってたから、明日やればいいかと思ったらさ、明日雨かと思ってさ、ちょっとショックみたいなね、予定が狂ったみたいな感じで、明日はなんか寒くはなさそうっていうか、まあ今日に比べたらちょっと緩そうな感じだけど、雨らしいよっていうね、感じですよ。で、あと何だったっけそうだ、今日311だったんだっけね。今日311だったけど、でね、今年も大きい地震がね、来るかもしれないっていう、なんかね、予言っていうのかな、予言してる人がいっぱいいたんだけど、まあ流れ変わってきたっぽいんだよね、どうやらね。そうで、ほら、今日のさ、アンケート、死神見たことありますかってな、はいがはいがいるな。こんだけしかね、参加してる人数いないのにな。結構の確率だと思うんだけどさ。やっぱいんのかみたいなね。だから今日も体内記憶のさ、ある子供たちの声をね、発信してる人の動画見てたんだけど、そこで今日のネタは死神だったわけよね。なんか死神が見える子がいて、で、なんかね、衝撃なのがさ、自分のお母さんにも、死神がついてるらしくて、なんかね、おじいちゃんがね、死神がいるねっていう風に言ってて、そしたら、やっぱりね、亡くなったらしいんだよね。で、そう、本当なんだっていう風に思って、で、なんかね、前は日本中に死神がいっぱいいたんだって。
死神がいっぱいいて、で、それがなんでかっつったら、みんな流されるからって話だったんだよね。いっぱい死ぬ人が出るから死神がいっぱいいるねって話だったらしいんだけど、なんか流れ変わってきたみたいで、死神いなくなったって言うんだって。でね、それはなんか誰に聞いたのって風に聞いたら、お母さんの死神、お母さんについてる死神に聞いたとかっていう風に言われて、ってなって、私死ぬのみたいな風に聞いたら、うん、わかんないっつって。で、なんかそれから2、3週間経ってるらしいんだけど、まだいるっつったら、うん、いるとか言って言われてるらしくて。でね、なんか死神ってどんなんなのっつったら、やっぱりね、おっきい鎌を持って、ね、アニメとかでさ、イメージするような姿そのものらしいんだよね。なんかおっきい鎌を持って、パーカー着てるような感じの、なんだろうな、ネズミ小僧的な、なんかそんな感じの格好してるらしくてさ、あ、まんまそうなんだな、なんて風に思って。ただなんかね、やっぱり流れ変わってきて、ね、死ぬ人減ったみたいだよ、みたいなね、お話でございました。テータムさん、はいは自分です。あ、そうなんだね。死神、見えんのかな、たまたまちょっと見たことがあるみたいな、そういう感じなのかな。ね、なんか大きい鎌を持って、パーカー着てる的なね、なんかそんな感じの姿らしいからね。大吉さん、藤子さん、皆様こんばんは。ボンソワ、本日もしぶとくやっておりますよ。でね、死神は見たことないけど、あ、そっか、日本人の意識変わってきたんだね、と思ってね、こんだけ、こんだけな、増税さんがね、いろいろやらかしてくれるから、まあ、増税さんに限らずな、やらかしてくれるんで、散々やらかしてくれるおかげでな、もういい加減目覚めてくる人が増えてきたみたいでね、なんか意識が変わらないと日本はなくなるみたいな話だったらしいんだけどね。まあその流れちょっと変わってきたみたいなんで、まあ良かったんじゃないでしょうか、みたいな、感じですかね。食べないな、これな。泣いたらね、鰹節かけても食べないしな。だからさ、ショックなのがさ、黒缶でも食べないもんだからさ、とかって言って、で、だからもう黒缶しばらくね、だから久しぶりに出すと食べるんだよね。で、毎日になるとね、食べなくなるんだよね。だから何日かおきに出してやれば食べるのかもしれないな。だから最初はさ、黒缶出した時はさ、カリカリも全部ペロッと平らげてさ、おーと思って、そっか、みんなね、そんなに食欲あったんだと思って、ごめんな、虐待だったかも。虐待だったかもって思って。でもまあ、まだね、黒がいっぱいあるから、また明日もあげられるし、なんて思ってたんだけどさ。もうね、次はあげたらね、なんか黒缶だけ食べて、カリカリ丸ごと残ってるぐらいの感じ。で、あとはもう今ね、黒缶すら残してて、もう全然手つけないみたいな感じになっちゃってて、もうこれなんでだろう。もうほんとひどいたまちゃんなんだ、今日ね、もうご飯に顔突っ込んで、にゃーって泣いて食べないからさ、違うのって言って。で、まあ、たまちゃんもともとね、カリカリ好きっぽいんだよね。だから、黒缶だと量が多いんでさ、お皿の上さ、覆っちゃってて、カリカリが下にあるから、ね、先に黒缶を食べないと、カリカリに到達できないんでね。まあ、それで文句言ってんのかななんていうふうに思ったんだけどさ、なんかどうやらそうでもないっていうのかな。ね、こうやって残ってても食べないからさ。このカリカリもだから、あれだろうね、好きじゃないんだろうね。黒缶は飽きたわ、カリカリは好きじゃないわ、もう食べられるもんないじゃんって感じで泣いてんだよ。もう、っていう感じよ。もうショックだよ。
で、昼しょうがないからさ、朝のご飯そのまま残ってっからさ、あげることもできないしなと思って、どうしようと思って。しょうがないから鰹節かけてあげたわけよね。で、律儀にちゃんとさ、クータは泣くわけよ。お昼ご飯の時間だよ、つってさ。で、夜ご飯の時間だよ、つってさ。もううろうろそわそわするわけよ。でもな、でもあげられるの同じのしかないからね。で丸ごと残ってんじゃん。どうしたらいいのつってさ。でももうニャー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 泣いていくからさ。鰹節かけてあげて。で、食ったら一応食べるんだよ、ちょこっとはさ。ちょこっとは食べんだけど、まあ、大体残ってるんでさ。食うたですら食べないんじゃさ。どうしたらいいのみたいなんでね。で、丸ごと残ってんじゃん。だからさ、結構大量に鰹節かけてやったけどさ、残ってんじゃんな。どうしたらいいのこれな。てったまさん、大工さん、こんばんは。虐待。もう本当虐待だったかもって思ったよ。すっかりきれいにペローンと食べたからね、ああ、そっか、ね、お腹空いてたんだね、ごめんねって思ったのにさ、結局食べないんだもんさ。虐待なの、これ。私の虐待なんですかね、これね。てったまさん、黒缶飽きられたそうなんで、一瞬で飽きたよね。って思ったよ。てったまさん、季節の変わり目は食欲が落ちるとか。なるほどね。そういうことにしとこう。そう、季節の変わり目ね、そう、にゃんこたちはさ、ちゃんとね、反応してるっていうかさ、抜け毛の季節っていうのちゃんとね、抜け毛がね、出てきたっていうのかな。まだ寒いのにさ、まだ寒いじゃんって思うんだけど、だから抜け毛の季節じゃないときは、やっぱりね、撫でてもそんな抜けてこないっていうのね、部屋中にはまあ落ちてるかもしれないけど、撫でたところでごっそり毛が抜けるみたいな、現象は起きないんだけど、そのね、抜け毛の季節だと、撫でると毛が抜けるわけよね。それがね、起きてるんだよね。だから、ももうみたいな感じでね、すげえなと思ってさ、季節変わるのね、なんてふうに思って。でもいつまでも寒いからさ、おかしいだろって思ってたんだけどな。やっぱり変わるんだろうかね。ね、だからこのカリカリさ、こんなに食べないってことは、もしかしたらなんか原材料変わって、で、まあ猫たちはそういうのね、ちゃんと察知してて、あまり必要のない栄養が入ってんのかしら、どうなのかしらなんて思ってね、ちょっと今後これな、買うのをやめとこうかな、みたいな気分で今いるよね。だからね、これが一番なんだろう、ちゃんと量入ってるっていうのかな。他のやつがさ、ステルス値上げのせいなのかどうなのかわかんないんだけど、ちょこっとしか入ってないわけよ。だからすぐなくなっちゃうんで、また買いに行かなきゃいけない現象が起きるわけよね。で、これは2キロ入りなんでさ、2キロだと多少持つっていうのかな。そんなしょっちゅうしょっちゅう買わなきゃいけないみたいなのではなくて、少し、持つみたいなところがあるんで、で、コスパがいいかなっていう感じだったんでね、なんかこれを買うんだけど、なんかこう全然食べないもんね、これね。こんなに食べないと思ってさ、ね、何が起きてんだろうなと思って、だからもしかしたら中身がね、ちょっと変わったのかなっていう、気がしておりますよ。じゃあ、タロットカードタイムでもいきますか。はい、本日も、タロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージをいただこうと思います。
で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。今日はね、そう、歯医者に行ったんだけどさ、歯医者のそばにあるマイバスにね、寄って、そしたらね、やっぱりね、そこの方のが30%引きのシール貼られてる商品多い気がすんだよね。で、私のお目当てのえのきが30%引きのシール貼られてて、あと豆苗も欲しいなと思ってたわけよ。そろそろ豆苗植えたいな。豆苗植えたいななんて思ってたんでね、豆苗欲しいなと思ってたんだけど、全然最近ほんとさ、うちの近所のマイバスはさ、30%引きのシール貼られなくなっちゃったんで、買えなかったんだよね。だけど今日はそっちのマイバスに行ったら、豆苗にも30%引きのシール貼られてたし、こりゃ買いだと思ってさ、買って、で、あと、なんだったっけ、今日なんかね、夜ね、ひじきが食べたい気がするって思ったけどね、なんかひじき食べたい気がするぞって思って、で、確か備蓄にひじきの乾物ね、あった気がするぞと思って探したんだけど、最初見つからなかったんだよね。で、あれないな、全部食べちゃったかなって思ったんだけど、よく探したらあって、あったあったと思ってさ、それ出して、で、あとね、昼はね、なんだっけ、あれ、ふりかけが食べたくなったんだよね。なんかふりかけ食べたいなと思って。で、ふりかけの備蓄があって、これあげちゃうかと思ってさ、また備蓄開放してさ、ふりかけあげてな、お昼は納豆ご飯とふりかけかけて食べたわけよ。で、ひじき食べたい気がすると思って、で、水で戻して、でね、裏にさ、作り方みたいな書いてあるからさ、見たんだけど、ただ、調味料がね、うちにないっていうのかな。なんだっけ、めんつゆを使わなきゃいけないんで、めんつゆないからなと思って、まあ、とにかく旨味が足りないってことよね、と思ってさ。でね、とりあえず水で戻して、酒とみりんと醤油で煮ておいたんだけど、旨味が足りないってことよね、と思って。で、水入れすぎちゃったんだよね。で、ちょっとびしゃびしゃだから、ちょっと水分吸うもので、旨味のあるものな、どうしようかなと思って。で、桜エビ入れてみようかな、みたいな感じになって。で、桜エビ自体は全然安くないんだけど、全然安くないんだけど、なんかね、じゃこにしようか、桜エビにしようか、それともうちにあるツナでも入れるかとって思って、まあ、ツナだったら、間違いないんだろうと思ったけど、まあね、なんか違うものでちょっと作りたいなと思って、桜エビ入れてみようかなみたいな気になって、なんかどうしてもやりたくなって。どうしてもやりたくなったんで、桜エビ買ってきたんだよね。で、それを入れて煮たんだけど、なんかやっぱりちょっと違う。なんか私、ひじきの煮物どうやら上手に作れた試しないなって思って、私どうもひじきの煮物下手くそだぞと思ってさ。で、桜エビ入れてみたのを味見してみたんだけど、まあ水入れすぎたから味が薄いっていうのもまああるのかもしれないけど、桜エビの生臭さの方のがちょっとね、気になるっていう感じだったんで、これどうしようかなと思って、梅干しあるなと思って。で、梅干し入れてね、食べたらまあいいかっていうね、感じになったけど、最初に、ひじきの煮物食べたいなって思って、想像してたひじきの煮物とはだいぶ違う。だいぶ違う煮物にはなったけど、みたいなね、感じで、なんかひじきの煮物な、美味しく作れる人の、なんだ、お嫁さんじゃない。
ひじきの煮物、美味しく作れる人と、お近づきになりたいよって今日は思いました。てったまさん、ひじきはいいですね。時々ひじきの煮物さ、食べたくなるんでさ、そうやってたまに作るんだけど、いつもね、上手にできないんだよ。今日作ったみたいな中途半端なもんができるんだよね。まあ、要は入れるものをいろいろと入れてないからな。ひじきだけで勝負しようとしてるからさ。ちゃんとなんか人参入れたり、なんだっけ、油揚げ入れたり、こんにゃく入れたりだったっけ。あと、なんだっけ、大豆か、豆入れたりとかね。まあして、んでね、旨味調味料入れてやりゃいいんだろうけどさ。なんかね、旨味調味料ないし、うちにさ。でね、ひじきだけで何とかしようとしてから。全然違うのが出来上がったところがね、残念。大工さん、はい、LINE でリアストップ、ありがとうございます。てんたまさん、お茶漬け食べたいと思ったことはありますが、ふりかけ食べたいと思ったことはありませんね。そうそうそう。そうなんだよね。まあ、ふりかけ食べたいっていうか、海苔が食べたかったんだよね。で、海苔ないんでさ。で、うちにあるふりかけが、その海苔たっぷりのふりかけを、買ったわけよ。海苔が食べたいと思って。それで、そのふりかけが食べたいなと思って。だから、ふりかけが食べたいっていうか、だから海苔が食べたいって感じだったかね。カニタンさん、ひじき好きな、美味しいよな。鉄分多いからかな。あ、そうなんだ。鉄分多いんだ。もう栄養のこととか全然さっぱり気にしてないからさ。ただ日々日々、今食べたいと思うものをひたすら食べるみたいな生活なんでさ。てんたまさん、食堂に入ったら、必ずひじきにとってました。ね、美味しいよね。美味しいよね、ひじきね。てんたまさん、なるほどですね。ちゃんと作ればいいんだろうけど、あ、違う、ふりかけの話か。海苔好きなんだよね。海藻好きなんだよね。海藻好きなんだけどさ、結構高いじゃんか。結構高いんだけど、今日そのさ、海苔たっぷりのふりかけをさ、たっぷりかけながらご飯食べつつな、あ、そっか。これな、消化、なんだっけ、消化できるのって日本人だけだもんなと思って、ね、こんなにたっぷり食べてうまいうまいって食べてな。これできるの私だからだもんなと思って、ああ、日本人でよかった。日本人に生まれてよかったね、と思いながら、ねえ、うめえな、うめえなって思いながら、今日はその海苔のふりかけを食べてましたよ。というわけで、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード。本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。あれ、なんだ、なんか、南の島っぽい感じの、いい、良さげな感じの、絵柄的にはカードが出てますけどな。また納得がいかない様子のカードでございますな。結構納得がいかないっていう感じのカードありますね。いいな、こんな、ヤシの木っぽいよな。ヤシの木の下で、なんか考え事とかしたいよな。考えたくないけど何でもな。なちんとまさん、わかめとか海苔とか、そう、わかめとか海苔とかさ、好きなのよね。好きなんだけどさ、高いからさ、あんまり買えないんでね。なんか、もう今日はわかめ入れちゃおうとかさ、なんかそういうテンションでないと使えないのよね。これカップの4かな。
つながらない。ネットにつながらないぞ。えーっと、タヌコさん、サルカニ合戦って商品名のふりかけが美味しいです。そうなんだ。知らなかった。サルカニ合戦って商品名な、カニのふりかけかな。何味なのかわからないね。てんたまさん、サルカニ合戦ですと、てんたまさんでも知らない商品があったよ。カニタンさん、サルカニ食べたことないです。みんな知らないぞ。いい情報をいただけたな。サルカニ合戦って知らないよね。じゃあ、売ってないのかな、スーパーでな。204。204。また4だね。4って数字が続きますね。どれだこれにしようかな。カップの4。4 of カップス。マンネリした状態が続き、積極性を失い考え込む。このカードは行き詰まりや現状に飽き飽きしている。カリ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 飽き飽きしている様子を表します。このままでいいのかを自問自答していたり、目の前の幸せに気づいてない可能性もあります。そうだね。気づかないんだよな。聖一だな。聖一、退屈、考えるとき、10個、一人になる、興味がない、惰性、退屈、楽しくない。退屈2回出てきたの。倦怠、嫌悪、不快、不穏、不満、疲れ、不確実性、拒否、険悪、険悪、険悪2回出てきたぞ。失望、引きこもり、休息、ないものねだり、欲求不満、リラックス、心配事、疲労、無関心、停滞、マンネリ、抑うつ、無気力、腰が重い、うんざり、飽きが来る、鈍感、無視、ネガティブ思考、現状維持、守りの姿勢、英語まであったよ。人物像。不満を抱えて黙り込んでいる人。一人になって熟考する人。聞く耳を持たない人。愚痴っぽい人。ケース別キーワード、恋愛。仕事、その他。期待しない。動きたくない。気だるい感じ。飽き飽きしている。インスピレーションの欠如、変化のない時期、リラックスした時間を作る、一人になって考えたい、納得できない、人生の静止期、不平不満が募っている、もがいている、諦めきれない、イライラがたまる、現状に苦悶する、恵まれた環境に気づけてない、アイディアを練る。はい。聖地での意味。退屈と停滞を象徴しています。自分に対してこのままでいいのかと問いただしていたり、マンネリした状況が続いたことですっかりやる気を失っている可能性を表します。平穏で安定した日々は周囲から見れば恵まれているかもしれませんが、人間というのは同じ状況が続きすぎると苦痛を感じるものです。変化のない日々が続くと、危機感が薄れ、作為工夫をしなくなり、自分の成長が止まっているかのようにも感じます。特にこれといった決定的な原因はないにしても、何らかの変化を望みながら悶々としている様子を示唆しています。どうでもいいことをあれこれと思い悩んでしまい、マイナス思考に陥ってないでしょうか。行動する前にうまくいかないと決めつけている可能性もあります。現時点では人生に満足していませんが、何かを変えるためのきっかけ作りに苦戦しているようです。
また、あなたが安全な環境を手放したくがないために、わざとぬるま湯に浸かった生活を続けている可能性も示唆します。このカードはそんな生温かい生活を続けているあなたに対して警告しているかもしれません。もし不平不満が溜まっているようなら、それは目の前の幸せに気づけていないだけかもしれません。身近なところにチャンスは転がっているかもしれません。身近な幸せやチャンスに気づけるようになるためには、視野を広げて発想の転換を試みる必要がありそうです。はい。愛に対して、勉強に対して、お金に対して、逆位置。愛に対して、勉強について、お金に対して、カードの意味をさらに深く、基本的に受動的な意味を持ちますが、受動性はネガティブに働きます。見えるものすべてが無意味に感じ、無気力で退屈な感覚に陥ります。そのため、目をつむり、物事を見極めようと試行錯誤している様子。地面に3つのカップは人物の過去の経験から得られた結果、その結果に対して不満を抱いている。差し伸べられているカップが他の3つのカップと同じように見えて見向きもしません。しかし、雲から伸びて、カップを握っている描写はカップのエースに似ています。これはこれまで経験した他のカップとは違い、新しいことのスタートを示唆。目の前のチャンスや与えられた機会に対して、今までと何も変わらないんだどうせ、とマイナスに決めつけてしまい、もったいない現状を表しています。差し出されたチャンスに気づくためには、行動する意欲や現状を打開したいと強く願う気持ちが必要となります。なるほどね。ちゅうわけで、本日のタロットカードの意味調べるの回は、どうせいつもと同じでしょうと思わず、やってみることだよみたいな感じかな。はい。目の前のチャンスを無駄にしないでっていう感じかな。楽しんでいただけてたら幸いでございます。フリタン来たのかい？痛い。たまちゃんに足を、なんだ、つねるじゃなくて、なんだっけ。引っかかれておりますよ。サルカニ合戦。サルカニ食べたことない。たぬこさん、のりごま味です。おー、いいね。たぬこさんはごまが好きかな？てんたまさん、山磯サルカニ合戦。ヨドバシで 48g、287円。ユーザーレビュー5点満点中4.89点という高得点ですね。高得点だな。たぬこさん、サルカニ合戦は大関で見たことあります。うさこさん、高得点ですね。けんたまさん、広島の山磯でいいのかなが、1975年発売。カニタンさん、見つけたら買ってみます。そうだね、興味あるね。てんたまさん、こちらでは売ってないので、淀で買いますかね。てんたまさん、海苔多めのふりかけだそうです。おー、いいね。そう。海苔多めのふりかけね。だから、なんだっけ。オイシックスの、簡易版みたいなやつ。なんだったっけあれな。忘れたけど、それをね、クーポンやるからやってくれみたいなキャンペーンの時に、備蓄にハマってたからね。できるだけ備蓄できるものを買おうと思って、で、海苔とかそういう海藻系、盲点かもしれないけど、
みんななんかね、甘いものとか、あとは米とか、なんか自分の好きなものをね、なんか買い溜めてるかもしれないけど、長期戦になった場合、こういうね、ミネラルが必要だから、こういう海藻類、買っといた方がいいぞみたいな話だったよね。まあ、ね、もうそもそも海苔好きなんでさ、そっかと思って、だから海藻類ななんてさ、気にしてたんだよね。で、ふりかけが、まあ多分ね、3種類ぐらいあったんじゃないかと思うんだけど、まあ量とかも違うんで、そういうのを見ながらだと思うんだけどさ、なんか他のだと、のり玉とか、なんかそういうのがあったかな。鰹節の、ふりかけとかあったのかな。忘れちゃったけどさ、種類的に。ただその海苔多めのやつが一番量が多くて、で、まあ値段安いっていうか、だいたいみんな同じくらいの値段だったんだけど、量がちょっとね、その海苔多めのやつのが、多かったんだよね。だから、あ、これがいいなと思って、で、だいたい4000円以上でそのクーポンが使えるんだったかな。なので、えっと、できる限り4000円の買い物をして、で、そのクーポンを使おうとしてたわけよね。で、その金額で、ちょうどそのふりかけが買えそうな感じの金額が余った時は、そのふりかけを買ってみたいな、なんかそんなことしてたわけよね。だからもうすでに賞味期限がね、1年過ぎてたけどね、もうそんななるかと思ってさ、もうそんななるかねなんて思いながら。まあ全然平気だったけどね。全然普通に平気だったけど、なんか過去の私のおかげで今私は幸せだよと、過去の私にね、感謝をした一日でございまして、皆さんは海苔はお好きでございますかというわけでな。本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、食べるのかいお時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。Amazon にないのかな？ Amazon にあったら、じゃあ、天城府に登録しておくので、ポチってください。というわけで、本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい、いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。